今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。心地よい語りとともに、謎解きの旅へと出かけましょう。夜の静寂とともに、深い眠りに導きます。この動画は、ミステリー、オリジナルストーリーを4話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。枯葉に書かれたメッセージ。秋の大学キャンパスは紅葉が美しく、木々が色とりどりの葉を落としていた。新庄徹は、講義の合間にキャンパスを散策するのが習慣だった。彼は犯罪心理学の講師として学生たちに教える一方で、過去に未解決事件に関わった経験から、常に何か新しい謎を求めていた。ある日、トールはキャンパス内の中庭を歩いていると、突然の騒ぎが彼の耳に入った。学生たちが集まって何かを話し合っている様子だった。トールが近づくと、そこで聞いたのは、学生の一人が行方不明になったという話だった。行方不明。トールは眉を潜めた。学生たちは口々に話し合い、その中の一人が詳細を教えてくれた。昨日の夜、寮の部屋から突然姿を消したんです。携帯電話も財布もそのままで、まるで蒸発したみたいに。トールはその言葉に興味を惹かれた。彼は学生たちと共に寮の部屋に向かい、失踪した学生の部屋を調べることにした。部屋は整然としており、特に争った痕跡は見当たらなかった。しかし、トールの目に留まったのは、一枚の枯葉だった。その枯葉には、何か文字が書かれていた。これは、トールはその葉を手に取り、じっくりと見つめた。そこには、薄くインクで、助けて、と書かれていた。このメッセージは何だ？トールは自問自答した。トールは失踪した学生が書いたのか、それとも誰かが意図的に残したのか。彼はこの枯葉が事件の重要な手がかりであると直感した。トールはすぐにキャンパス内の他の場所も調べ始めた。彼は図書館や講義室、学生たちの集まるカフェテリアなど、学生が頻繁に出入りする場所を重点的に探した。だが、他に似たような枯葉は見つからなかった。次にトールは、失踪した学生の友人たちに話を聞くことにした。彼らは何か手がかりを知っているかもしれない。友人たちは口々に、彼は最近、何かに怯えているようだった。と証言した。怯えていた。トールはその言葉に引っかかりを覚えた。何に怯えていたのか、具体的に話してくれませんか？友人たちはしばらく考えた後、実は、彼は最近、キャンパス内で奇妙な出来事が続いていると話していました。誰かに監視されているような気がすると言っていて。トールはその話を聞いて、ますます事件の深刻さを感じた。彼はこれが単なる失踪事件ではないと確信した。トールは学生たちの証言をもとに、さらに詳細な調査を進めることを決意した。その夜、トールは大学のキャンパスを再び歩き回り、失踪した学生が最後に目撃された場所を重点的に調べた。そして、もう一枚の枯葉を見つけた。そこには、図書館、と書かれていた。図書館。トールはその言葉に導かれるように、キャンパスの図書館へと向かった。
図書館は静寂に包まれており、トールは注意深く周囲を見回しながら歩いた。そして、書架の隅でさらにもう一枚の枯れ葉を見つけた。地下室。と書かれたその葉を見て、トールは図書館の地下にある資料室へと向かった。そこには、古い文書や書籍が保管されており、普段は誰も立ち入らない場所だった。トールは地下室に足を踏み入れると、暗闇の中に不気味な気配を感じた。彼は懐中電灯を手に、慎重に進んだ。そして、部屋の奥で一つの影を見つけた。それは、失踪した学生だった。学生は怯えた表情でトールを見つめ、助けてください。とつぶやいた。トールはすぐに彼を助け出し、警察に連絡を取った。学生は無事に保護され、事件の真相を話し始めた。新庄トールは、無事に保護された失踪した学生から事情を聞くことにした。学生はまだ怯えた表情を浮かべながらも、トールに全てを話す決意をした。最近、ずっと脅迫状を受け取っていたんです。と学生は震える声で話し始めた。最初はただのいたずらだと思って無視していましたが、だんだん内容が具体的になってきて、最後には、もし誰かに話したら命の保証はないと言われました。トールはその言葉に重くうなずいた。脅迫状の内容を具体的に教えてくれますか？また、それを持っていますか？学生はうなずきながら、バッグから数通の脅迫状を取り出した。トールはそれを慎重に受け取り、一枚一枚じっくりと目を通した。脅迫状には、学生の行動を詳細に監視しているかのような記述があり、さらに何か秘密を守るよう強要する内容が含まれていた。誰がこんなことを？トールはつぶやいた。これらの脅迫状の送り主を突き止める必要があります。学生が受け取った脅迫状には、それぞれ異なる手書きの文字が使われていたが、どれも同じような紙質であり、封筒には郵便局の消印が押されていた。トールは消印を手がかりに、脅迫状が送られてきた地域を特定しようと考えた。トールはまず、学生の交友関係や日常生活について詳しく調査を始めた。彼は学生の友人や同級生に話を聞き、何か手がかりになる情報がないかを探した。多くの学生が、失踪した学生が最近妙に怯えていたことに気づいており、何かに追い詰められているようだったと証言した。次に、トールは脅迫状の消印が押された郵便局を訪れ、そこで働くスタッフに話を聞いた。消印の日付と送り先を照らし合わせながら、脅迫状が出された可能性のある日付を特定し、その日郵便物を出した人物について情報を集めた。郵便局のスタッフは、その日は特に変わった人はいなかったと思いますが、と言いながらも、トールの熱意に負けて記録を調べてくれた。そして、ある人物が頻繁にその郵便局を利用していたことが判明した。その人物は、大学の教授である川村俊夫だった。川村教授は、トールの同僚であり、犯罪心理学の研究にも協力していた人物だった。トールは驚きとともに、川村教授が事件に関与している可能性を考え始めた。川村教授が、トールは信じられない気持ちでつぶやいた。しかし、証拠は揃ってきている。トールは川村教授に直接話を聞くため、彼の研究室を訪ねることにした。トールが川村教授の研究室に到着すると、教授は驚いた表情で迎え入れた。新庄先生、どうしたんですか？こんな時間に。トールは脅迫状を見せながら、
河村教授、あなたに話を聞きたいことがあります。この脅迫状について何か知っていることはありませんか？と尋ねた。河村教授は脅迫状を見つめ、しばらくの間、黙っていた。そして、ゆっくりと口を開いた。新庄先生、実は、河村教授の話によれば、彼は過去に行ったある研究に関わる情報を守るために、何者かから脅迫を受けていたという。その情報が漏れることを恐れた教授は、仕方なく脅迫に従い、学生に脅迫状を送り続けていたのだ。私は本当に彼を傷つけるつもりはなかったんです。と教授は言った。でも、あの情報が世に出ることを恐れて。トールは教授の話を聞き、彼の行動の背後にある事情を理解した。しかし、脅迫の背後にいる真の黒幕を突き止める必要があると感じた。教授、その情報とは一体何ですか？そして、誰があなたを脅していたのですか？トールはさらに問い詰めた。河村教授は深いため息をつき、机の引き出しから古いファイルを取り出した。その中には、過去の研究に関する機密情報と、それに関する脅迫状が含まれていた。これが全てです。と教授は言った。真の黒幕を突き止める手がかりになるかもしれません。トールはそのファイルを手に取り、教授に感謝しつつ、真相を解明するためにさらなる調査を続けることを決意した。新庄トールは、河村教授から受け取った古いファイルを持ち帰り、早速その内容を調べ始めた。ファイルには、教授が過去に行った研究に関する詳細な記録が含まれていた。その研究は、犯罪心理学の分野において非常に革新的なものであったが、同時に倫理的に大きな問題をはらんでいた。トールはファイルを読み進めるうちに、その研究が特定の被験者たちを対象に行われたものであり、彼らのプライバシーが侵害された可能性があることに気づいた。さらに、研究の結果が意図的に改ざんされ、発表されていたことも判明した。これは、トールは驚愕しながらつぶやいた。もしこの情報が公になれば、大きなスキャンダルになる。トールは教授がこの事実を隠すために脅迫を受けていた理由を理解した。そして、この研究に関わった他の人物たちにも話を聞く必要があると考えた。まず、トールは河村教授の元助手であった佐々木に連絡を取った。佐々木は現在、別の大学で教鞭をとっており、過去の研究について話すことに対して抵抗があるかもしれないと予想していた。しかし、佐々木は意外にも協力的だった。新庄先生、実は私もこの件についてずっと悩んでいました。と佐々木は打ち明けた。あの研究が倫理的に問題があったことは分かっていましたが、どうすることもできなかった。佐々木の話によれば、研究の背後には大学の上層部の圧力があったという。研究の成功を強く望んでいた彼らは、結果を改ざんするよう教授に指示し、それに従わなければ研究資金を打ち切ると脅していたのだ。大学の上層部。トールは眉を潜めた。具体的に誰がそのような指示を出していたのか知っていますか？トールは高橋学部長の名前をメモし、次に彼に話を聞くことにした。高橋学部長は現在も大学に在籍しており、研究の結果を誇示することに熱心であった。トールが学部長のオフィスを訪れると、高橋は冷たい視線で迎え入れた。新庄先生、どうして私のところへ？トールはファイルを見せながら、過去の研究について質問した。高橋先生、
この研究についてお話を伺いたいのですが。高橋はファイルを一別し、顔色を変えた。これはもう過去の話です。今さら何を調べているのですか？トールは冷静に。この研究が改ざんされていた事実について説明していただけますか？と問い詰めた。高橋はしばらく沈黙した後、重い口を開いた。あの研究が成功しなければ、我々の学部は資金を失い、研究自体が継続できなかったのです。私は大学を守るために仕方なく。トールはその言葉に失望を感じながらも、高橋の言葉が真実であることを理解した。しかし、その結果として多くの人々の信頼を裏切ったことは事実です。そして、その事実を知る者が脅迫を受け、学生たちが危険にさらされています。高橋は顔を伏せ、重々しくうなずいた。私は何をすべきかわからなかった。トールは高橋の言葉を聞き、次にすべきことを考えた。この情報をもとに、脅迫の背後にいる真の黒幕を突き止めるために、さらに調査を進める必要があった。トールは大学の記録を調べ、当時の研究に関与していた他のスタッフや協力者たちのリストを作成した。その中には、研究の結果を公表するために関わった広報担当者や、データを管理していた技術スタッフも含まれていた。トールは一人一人に連絡を取り、話を聞き始めた。その中で、特に怪しいと感じたのは、当時の広報担当者である田中だった。田中は研究の成功を強く推進しており、結果を改ざんすることにも積極的に関与していたという噂があった。トールは田中に接触し、直接話を聞くことにした。田中は最初は口を閉ざしていたが、トールが持っていた証拠を見せると、次第に口を開き始めた。私は大学の名誉を守るために仕方なかったんです。と田中は言った。でも、今思えば、あれは間違いでした。もしこの情報が公になれば、大学は大きな損害を受けるでしょう。トールは田中の言葉に耳を傾けながら。しかし、そのために多くの人々が苦しんでいるのも事実です。真実を明らかにするために、協力していただけませんか？と頼んだ。田中は深いため息をつき、最終的に協力を約束した。彼は過去の資料やデータを提供し、脅迫の背後にいる真の黒幕を突き止める手助けをすることを誓った。トールは田中の協力を得て、さらに調査を進める決意を新たにした。過去の研究に関するすべての事実を明らかにし、真の黒幕を突き止めるための戦いが始まった。新庄徹は、田中から提供された資料をもとに、過去の研究に関するさらなる真実を掘り下げていった。資料には、研究結果の改ざんに関与した人物や、その背後にいる黒幕の手がかりが記されていた。徹と田中は、黒幕を突き止めるために手分けして調査を進めることにした。田中は大学内での情報収集を続け、徹は外部からの情報を集めるために奔走した。ある日、徹は大学の近くにあるカフェで、田中と落ち合うことにした。田中は大学内で新たな情報を得たらしく、興奮した表情で徹に報告した。新庄先生、黒幕の正体がわかりました。彼の名前は佐藤達也、大学の理事会のメンバーです。と田中は言った。彼は過去の研究結果を利用して自分の地位を守るために脅迫を続けていたのです。徹はその名前を聞き、驚きと同時に納得がいった。佐藤達也は大学の中でも影響力のある人物であり、その立場を利用して多くの利益を得ていた。
徹は佐藤が脅迫の背後にいる黒幕であることを確信し、彼と対決するための計画を立てた。徹と田中は、佐藤の行動を監視し、彼の弱点を見つけることにした。佐藤は表向きは大学のために尽力している理事として知られていたが、その裏では多くの不正行為を行っていた。ある晩、徹は田中と共に佐藤が頻繁に訪れる高級レストランに向かった。彼らはレストランの外で待機し、佐藤が現れるのを待った。しばらくして、佐藤が現れ、レストランの個室に入るのを目撃した。徹と田中は慎重にレストランに入り、個室の外で佐藤の会話を盗み聞きすることに成功した。佐藤は何者かと密談しており、その内容は過去の研究と脅迫に関するものであった。このままでは研究の真実が明らかになり、私たちの地位が危うくなる。と佐藤は言った。新庄徹という講師が調査を進めている。彼を何とかして止めなければならない。徹はその言葉を聞き、録音機で会話を記録した。彼はこの証拠をもとに、佐藤を追い詰めるための計画を立てた。翌日、徹は警察に証拠を提供し、佐藤の逮捕に向けて動き出した。警察は徹の証拠をもとに捜査を進め、佐藤の不正行為を明らかにするための証拠を集めた。ついに、警察は佐藤達也を逮捕し、彼の不正行為と脅迫の全貌を明らかにした。大学はこのスキャンダルに揺れ、多くの関係者が責任を問われることとなった。徹は田中と共に、この事件を解決するために尽力したことに誇りを感じた。彼は大学の名誉を守るために戦い続け、多くの人々に真実を伝えることができた。徹の勇気と決意は、大学内外で称賛され、多くの学生や同僚たちから感謝の言葉が寄せられた。彼はこれからも真実を追求し続けることを誓い、新たな挑戦に向けて歩み始めた。佐藤達也の逮捕から数日後、新庄徹は事件の全貌を記事にまとめるため、自らのオフィスでパソコンに向かっていた。彼の頭の中には、この事件の真実を明らかにすることで、多くの人々に正義を届けるという強い決意があった。徹は、河村教授から受け取ったファイルの内容や、田中との共同調査で得た情報、そして佐藤達也との対決を詳細に記録した。彼は記事を書く手を止めることなく、一気に書き上げた。記事には、大学の研究結果の改ざんや脅迫の背景、そして佐藤達也が黒幕であったことが詳述されていた。これで真実が明らかになる。と徹はつぶやきながら、記事を大学内のメディアに送信した。翌日、徹の書いた記事が大学内外で大きな反響を呼んだ。記事は瞬く間に拡散し、多くのメディアがこの事件を取り上げた。学生や教職員たちは記事を読み、大学内で起こった不正行為に対して驚きと憤りを感じた。大学の理事会は緊急会議を開き、佐藤達也を含む関係者たちの責任を追及することを決定した。彼らは透明性を高めるための改革を進めることを誓い、大学の信頼を取り戻すために全力を尽くすことを約束した。徹はその様子を見守りながら、自分の役割を果たしたことに満足感を覚えた。彼の報道が多くの人々に真実を伝え、大学を変えるきっかけとなったことは、彼にとって大きな達成感をもたらした。一方で、徹は自分の安全にも気を配る必要があった。事件の真相を暴いたことで、一部の人々から敵視される可能性があったからだ。しかし、彼はその危険を顧みず、
正義を貫く決意を新たにした。ある日、徹は河村教授と田中を誘って、キャンパス内のカフェで再会することにした。彼らはお互いの労をねぎらい合い、事件の解決を喜び合った。新庄先生、あなたのおかげで真実が明らかになりました。と河村教授は感謝の意を述べた。私たちもこれからは、過去の過ちを正し、大学をより良い場所にするために努力します。田中も同様に。私も大学の一員として、これからの改革に全力を尽くします。新庄先生、本当にありがとうございました。と頭を下げた。徹は微笑みながら。私一人の力ではここまで来られませんでした。皆さんの協力があったからこそ、真実にたどり着けたのです。と答えた。その後、徹は再び自分の研究と講義に戻りながらも、常に真実を追求する姿勢を忘れなかった。彼は学生たちに対しても、正義と倫理を大切にすることの重要性を教え続けた。徹の努力は多くの人々に影響を与え、大学は少しずつ改革を進めていった。新しい研究プロジェクトも透明性を重視し、公正な評価が行われるようになった。新庄徹は、自らの信念に基づいて行動し続けることで、大学内外で尊敬される存在となった。彼の名は、真実を追求する者として広く知られるようになり、多くの人々が彼の姿勢に共感し、支持を表明した。これからも徹は、新たな謎に挑むための準備を進めながら、日々の生活を送り続けるだろう。彼の旅はまだ終わっていない。新たな真実を追い求める冒険が、彼を待っている。古井戸の秘密。宮本涼子は、仕事の忙しさから一時離れて、イギリスの田舎町で休暇を過ごすことにした。彼女は地方新聞の記者として働いており、日々の取材に追われていたが、自然の中でリフレッシュすることを楽しみにしていた。涼子が訪れたのは、古い歴史を持つ小さな町、サウスウェル。美しい石造りの家々と広がる緑の丘陵地帯が特徴のこの町は、観光客にも人気の場所だった。涼子はその風景に心を奪われながら、街を散策していた。ある日、涼子は町の中心にある小さなパブで地元の人々と話をしていると、町に伝わる古い伝説について耳にすることになった。その伝説によれば、町外れにある古井戸には秘密が隠されているという。古井戸にまつわる話は、何世代にもわたって語り継がれており、いくつかの奇妙な出来事が関わっているという。その古井戸は、本当に不気味な場所なんですよ。と、地元の老人が語り始めた。昔から、あそこに近づくと良くないことが起こると言われています。何年か前にも、若い男が井戸の近くで行方不明になったんです。涼子はその話に興味を惹かれ、老人に詳しい話を聞くことにした。老人は続けて話し始めた。その男は、町の歴史を調べていたんです。井戸の周りを掘り返して何かを探していたらしいんですが、ある日突然姿を消しました。それ以来、誰もあの井戸には近づかなくなったんです。涼子はその話を聞きながら、心の中で冒険心が燃え上がるのを感じた。彼女はこの古い井戸の謎を解明するために、調査を始めることに決めた。翌日、涼子は地元の図書館を訪れ、
町の歴史に関する資料を探し始めた。図書館の古い書架には、年代物の書籍や新聞記事が所狭しと並んでいた。良子はその中から、古井戸に関する記述がある本を見つけ出した。そこには、古井戸がかつては町の重要な水源であったことや、いくつかの神秘的な出来事が記録されていた。これは、良子は興味深げにページをめくりながらつぶやいた。この井戸には、本当に何か秘密があるのかもしれない。良子はさらに調査を進めるため、古井戸の場所を確認することにした。地図を頼りに町外れへと向かうと、うっそうと茂る森の中にその古井戸はひっそりと佇んでいた。井戸の周りは静まり返り、不気味な雰囲気が漂っていた。良子は慎重に井戸の縁に近づき、中を覗き込んだ。深い闇の底からは、何も見えないが、冷たい空気が漂ってきた。彼女はこの場所で何が起こったのか、そして古井戸に隠された秘密が何であるのかを解明するため、さらに調査を続けることを決意した。宮本良子は、古井戸の謎を解明するために図書館でさらなる資料を調べることにした。古井戸に関する過去の事件について詳しい情報を得ることで、何か新たな手がかりが見つかるかもしれないと考えたからだ。図書館の司書に頼んで、古い新聞記事や歴史的な記録を集めてもらった。資料を読み進めるうちに、良子は数十年前にこの町で起こった事件に関する記事を見つけた。記事には、井戸の近くで行方不明になった人々のことが記されていた。これがその事件か。良子は興味深げに記事を読み進めた。1952年、町の歴史を調べていた若い歴史家、ジョン・ハミルトンが古井戸の近くで行方不明になったという。彼は町の古い文書を調査していたが、ある日突然姿を消した。捜索隊が井戸の周囲を徹底的に調べたが、何の手がかりも見つからなかった。さらに読み進めると、1967年にも同じような事件が起こっていた。今度は地元の青年、ピーター・グラントが井戸の近くで姿を消した。彼もまた、町の伝承や歴史に興味を持ち、井戸の調査をしていたという。なぜこんなにも多くの人々が井戸の近くで失踪しているのか。良子は不思議に思った。彼女はさらに詳細な情報を求めて、当時の捜査記録を探すことにした。幸いにも、図書館には当時の警察記録が保管されていた。良子は司書の協力を得て、その記録を閲覧することができた。記録には、失踪事件に関する詳細な調査結果や目撃証言が含まれていた。1952年の事件では、ジョン・ハミルトンが井戸の近くで何かを掘り起こそうとしていたことが証言されていた。彼は何か重要な発見をしたと言っていたが、その詳細は明らかにされていなかった。1967年の事件では、ピーター・グラントが井戸の中を覗き込み、その後何かに引きずり込まれたように見えたという目撃証言があった。しかし、井戸の底を調べても何も見つからなかったという。これらの事件には何か共通点があるに違いない。良子は思った。彼女はこれらの事件が現在の謎につながっていると確信し、さらに調査を進めることを決意した。良子は当時の関係者に話を聞くため、町の古老たちに会いに行くことにした。彼らは町の歴史や伝承に詳しく、何か手がかりを持っているかもしれないと考えたからだ。最初に訪ねたのは、当時の警察官だったヘンリー・ジョーンズさん。彼は今は引退して静かに暮らしているが、当時のことをよく覚えていた。1952年の事件は本当に奇妙なものでした。とヘンリーは語り始めた。
ジョンは何かを見つけたと言っていましたが、その詳細を教えてくれる前に行方不明になってしまいました。私たちは井戸の中も周囲も徹底的に調べましたが、何も見つからなかったのです。次に訪れたのは、町の歴史に詳しいエミリー・ウィルソンさん。彼女は町の伝承や噂話をよく知っており、良子に興味深い話をしてくれた。古井戸には昔から何か不思議な力があると言われていました。とエミリーは語った。井戸の底には何か古い秘密が隠されているという話もあります。町の人々はその秘密を知ると呪われると信じているのです。良子はこれらの証言をもとに、さらに調査を進めることを決意した。彼女は井戸の秘密を解き明かすために、全力を尽くす覚悟だった。宮本良子は、古い井戸の謎を解明するために調査を続けていた。ある日、彼女は井戸の周囲を詳しく調べることにした。井戸の縁に触れながら、地面を丁寧に調べていると、何か硬いものに手が触れた。良子は慎重に土を掘り起こし始めた。しばらくすると、古びた石板が姿を現した。石板には何か文字が刻まれていたが、それは現代のアルファベットや言語とは異なる古代の文字のようだった。これは、一体何だろう。良子はその文字を見つめながらつぶやいた。彼女は石板を持ち帰り、その文字を解読する手がかりを探すことにした。良子は地元の歴史博物館を訪れ、石板を専門家に見せた。博物館の学芸員であるエリザベス・カーターは、良子の話に興味を持ち、石板の解読を手伝うことを快諾した。これは非常に珍しい発見です。とエリザベスは言った。この文字は古代ケルトのルーン文字のようですね。解読には時間がかかりますが、何とかしてみましょう。良子とエリザベスは一緒に石板を詳しく調べ、ルーン文字の解読に取り組んだ。数日間の作業の末、ようやく文字の一部を読み取ることができた。ここには、守られし秘密、と書かれています。とエリザベスは解説した。そして、この石板は何かを封じ込めるためのものだと記されています。封じ込める。良子はその言葉に引っかかりを感じた。それが古井戸の秘密に関係しているのかもしれません。エリザベスはさらに解読を進め、石板に刻まれた内容が古井戸の底にある何かを守るために設置されたものであることを突き止めた。それは、何世代にもわたって町の人々に守られてきた秘密だった。この秘密を知ることが、井戸にまつわる失踪事件の解決につながるかもしれません。とエリザベスは言った。しかし、これだけでは全ての謎を解明するには不十分です。良子は石板の情報をもとに、さらに調査を続けることを決意した。彼女は井戸の底に何が隠されているのかを確かめるために、地元の探検家たちの協力を得ることにした。探検家たちは専門の装備を持ち込み、井戸の中を詳しく調査することに同意した。良子もその様子を見守りながら、何か新たな手がかりが見つかることを期待していた。井戸の底に到達した探検家たちは、そこに古い木箱が埋められているのを発見した。木箱は腐食しており、開けるのに苦労したが、最終的には無事に中身を取り出すことができた。木箱の中には、さらにいくつかの石板と古い文書が入っていた。良子はその文書を手に取り、エリザベスと一緒に解読を始めた。文書には、町の創設者たちが古い井戸を守るために行った儀式や、井戸の底に封じ込められた何かに関する詳細が記されていた。彼らはその何か
が町の安全を脅かす存在であると信じ、井戸に封印したのだった。これがすべての鍵かもしれない。と良子は考えた。この文書と石板をもとに、失踪事件の真相に迫ることができる。宮本良子は、井戸に関する古い文書と石板をもとに、町の創設者たちが行った儀式について詳しく調べることにした。彼女はエリザベスと協力しながら、儀式を再現することで井戸の秘密を解き明かそうと決意した。エリザベスは博物館の資料を調べ、町の創設者たちがどのような儀式を行っていたのかを突き止めた。その儀式は、特定の日時に行う必要があり、必要な道具や準備が詳しく記されていた。儀式は次の満月の夜に行う必要があるようです。とエリザベスは言った。そして、特定の植物や鉱石を使って、井戸の周りに結界を作る必要があります。良子は必要な道具を揃えるために、地元の薬草店や鉱石店を訪れた。彼女はエリザベスと共に、古い井戸の周囲で儀式の準備を進めた。満月の夜、良子とエリザベスは井戸の周りに集まり、儀式を開始した。彼女たちは文書に従い、指定された手順で植物や鉱石を配置し、特定の呪文を唱え始めた。夜の静寂の中、満月の光が井戸を照らし、不思議な雰囲気が漂った。呪文を唱え終わった瞬間、井戸の中から冷たい風が吹き上がり、周囲の空気が一変した。良子はその風に背筋が寒くなるのを感じながらも、儀式を続けた。何かが起こる。良子は心の中でそう感じた。彼女はエリザベスと目を合わせ、互いにうなずき合った。突然、井戸の底から光が差し込み、古い木箱が再び現れた。良子は木箱の中身を確認するために、再び井戸の中に入ることを決意した。エリザベスが井戸の縁で見守る中、良子は慎重に降りていった。井戸の底に到着すると、良子は木箱を開けた。中には、さらに詳細な儀式の手順が書かれた文書と、奇妙な形をした金属の鍵が入っていた。良子はその文書を手に取り、エリザベスに見せるために井戸の上に戻った。この鍵が、井戸の秘密を解き明かす鍵になるはずです。と良子は言った。エリザベスは文書を読みながら、この鍵は、井戸の底にある隠された扉を開けるためのもののようです。と解説した。その扉の向こうには、町の創設者たちが封じ込めた何かがあると書かれています。良子とエリザベスは再び井戸の中に入り、鍵を使って隠された扉を開けることにした。扉は重く、錆びついていたが、鍵を使うと静かに開いた。扉の向こうには、古代の石室が広がっており、その中央には石碑が立っていた。石碑には、町の創設者たちが封じ込めた何かに関する詳細が刻まれていた。彼らは古代の邪悪な力を封印するために井戸を建て、その力が再び解き放たれないように儀式を続けていたのだ。これが全ての真相か。良子は驚きと同時に、長い間続いてきた謎が解けたことに感動した。彼女たちは石碑に記された内容を詳しく記録し、その情報を町の人々に伝えることにした。良子とエリザベスは井戸の秘密を解き明かすことで、町の歴史に新たな光を当てることができた。宮本良子とエリザベス・カーターが井戸の秘密を解き明かしたことにより、町の人々は安心し、町には再び平穏が訪れた。町の創設者たちが封じ込めた邪悪な力の真相が明らかになり、長い間続いていた恐怖の影がようやく払われた。
良子は自分の手帳に詳細な調査記録と写真をまとめ、記事を書く準備を進めていた。しかし、彼女は急がず、一時的に静かな日常を楽しむことにした。彼女の心には、次の大きな取材に向けて英気を養う時間が必要だという思いがあった。ある日、良子は街のカフェでコーヒーを飲みながら、ゆったりと過ごしていた。窓から見える風景は、穏やかな田舎町そのもので、街の人々が日常の中で笑顔を浮かべているのが見えた。彼女は、ここでの時間が自分にとって貴重なものであることを実感した。お久しぶりですね、宮本さん。と声をかけてきたのは、エリザベスだった。彼女もまた、街の平和を取り戻したことに喜びを感じているようだった。エリザベスさん、来てくれてありがとう。と良子は笑顔で答えた。最近はどうですか？おかげさまで、博物館の訪問者が増えましたよ。皆さん、あなたの記事に興味を持って訪れてくれています。とエリザベスは微笑んだ。良子はその言葉に嬉しさを感じながらも、自分が次に何をすべきかを考えていた。彼女のジャーナリストとしての旅はまだ続いているが、ここで得た経験と知識は大きな財産となった。数日後、良子は町の広場で開かれる小さな市場を訪れた。地元の人々が手作りの品々や新鮮な野菜を売っており、彼女はその賑わいの中でリラックスした時間を過ごしていた。宮本さん。突然、若い女性が声をかけてきた。彼女は町の学校で教えている教師で、良子の取材に協力してくれた一人だった。こんにちは。どうしましたか？良子は親しげに返事をした。実は生徒たちがあなたの記事に感銘を受けて歴史の授業で取り上げたいと言っているんです。あなたがここにいる間に少しお話をしてもらえませんか？と教師は頼んだ。良子はその提案に快く応じた。彼女は学校を訪れ、生徒たちに井戸の秘密を解き明かすまでの過程や、ジャーナリストとしての仕事の重要性について話した。生徒たちは目を輝かせながら良子の話を聞き、その後も多くの質問を投げかけてきた。皆さんに少しでも役立つ話ができて嬉しいです。と良子は生徒たちに微笑みかけた。どんなに小さなことでも真実を追求することが大切です。皆さんも未来のジャーナリストや研究者として真実を見つけるための努力を惜しまずにいてください。学校を後にした良子は、再びカフェに立ち寄り、エリザベスと共に一杯のコーヒーを楽しんだ。彼女たちは、これからも町の歴史を守り続けることを誓い合った。これからも、お互いに頑張りましょう。と良子はエリザベスに微笑んだ。そうですね。あなたのようなジャーナリストがいてくれることが、私たちにとってどれほど心強いことか。とエリザベスは返した。良子はその言葉に感謝しながら、再び次の大きな取材に向けての準備を始めることを決意した。彼女の冒険はまだ終わらない。新たな謎と真実を追い求める旅が、彼女を待っている。残されたレシピ。都会の下町に位置する古びたレストラン、ラベルエポック。かつては繁盛していたが、今は廃業して久しい。山本健吾は、フードコンサルタントとしての依頼を受け、このレストランの調査に乗り出した。健吾は、かつての繁栄を取り戻すために、レストランの再開発を手助けすることを目指していた。彼は古い建物をじっくりと調べ、何か役立つ資料や手がかりを見つけることを期待していた。
古いレストランに足を踏み入れると、ケンゴはその歴史を感じさせる内装に目を奪われた。埃をかぶったテーブルや椅子、壁にかけられた古い写真や絵画。ケンゴは、ここにどんな物語が隠されているのかを探るために、調査を開始した。レストランの厨房に入ると、古い料理道具やレシピが無造作に置かれていた。ケンゴは一つ一つの道具を手に取り、当時の料理人たちの手仕事を思い浮かべた。そして、棚の奥に何かが引っかかるのを感じた。ケンゴは慎重に棚を調べると、古びたレシピ帳が見つかった。表紙は革でできており、使い込まれた様子が伺えた。彼は興味津々でそのレシピ帳を開いた。これは、ケンゴは驚きの声を漏らした。レシピ帳には、かつての人気料理のレシピが詳細に記されていた。しかし、いくつかのページには奇妙な暗号が書かれていた。ケンゴはその暗号をじっくりと見つめ、何か意味があるに違いない。と確信した。彼はレシピ帳を持ち帰り、その暗号を解読するために調査を進めることに決めた。翌日、ケンゴは自宅の書斎でレシピ帳を広げ、暗号の解読に取り組んだ。暗号は複雑で、一見すると意味不明だったが、彼は諦めずに分析を続けた。これはただのレシピではない。何か大きな秘密が隠されている。ケンゴはそう感じた。彼は暗号を解読するための手がかりを探すため、さらに資料を集め始めた。調査を進めるうちに、ケンゴはこのレシピ帳が単なる料理の集まりではなく、何か重要な情報を隠すために作られたものであることに気づいた。その情報は、レストランの繁栄の秘密や、創業者の隠された過去に関わっているのかもしれない。この謎を解明しなければならない。ケンゴは決意を新たにした。彼はレシピ帳に隠された暗号を解読し、その秘密を明らかにするために全力を尽くすことを誓った。山本健吾は、レシピ帳の暗号を解読する手がかりを得るために、調査を続けていた。ある日、彼はレストランのかつての競合店についての情報を得る。競合店は、ルグルメという名前で、かつては、ラー・ベルエポックと並んで評判の高いレストランだった。健吾は、ルグルメが現在も営業していることを知り、店を訪れることにした。彼はそこで、競合レストランのオーナーに話を聞くことで、レシピ帳の暗号に関する手がかりを得ようと考えた。ルグルメは、今もなお繁盛しており、店内は多くの客で賑わっていた。健吾は予約を取り、店を訪れた。美しい内装と香ばしい料理の匂いに包まれた店内は、まさに一流レストランの雰囲気を漂わせていた。健吾はディナーを楽しみながら、オーナーのジャンピエール・デュボアに接触する機会を伺っていた。ジャンピエールは、フランス料理の名シェフであり、ルグルメを成功に導いた人物である。食事の後、健吾は勇気を出してジャンピエールに話しかけた。素晴らしい料理でした。私は山本健吾と申します。実は、かつての競合店、ラベルエポックについてお話を伺いたいのですが。ジャンピエールは健吾の話に興味を持ち、彼を個室に招いた。個室で二人は向かい合い、健吾は持ってきたレシピ帳をジャンピエールに見せた。このレシピ帳に書かれている暗号について調べているのですが、何かご存じないでしょうか。健吾は尋ねた。ジャンピエールはレシピ帳をじっくりと見つめ、しばらく沈黙した後、ゆっくりと口を開いた。確かにこのレシピ帳には見覚えがあります。実は、私と、ラ・ベルエポック
のオーナーは昔からの知り合いでした。彼とは競争しながらも尊敬し合っていた関係でした。ジャンピエールは続けた。しかし、ある日突然、彼がレシピ帳に暗号を書き始めたのです。それ以来、彼のレストランは急速に成功し、私たちの店は影に隠れるようになりました。私はその暗号が何を意味するのか、ずっと気になっていました。ケンゴはその話を聞いて、ラ・ベルエポックのオーナーが何か秘密の情報を暗号化していたことに気づいた。その暗号が何を意味するのか、解明する手がかりはありませんか？と尋ねた。ジャンピエールは考え込んだ後、一度だけ、彼が暗号について何か話していたのを思い出します。この暗号は、我々の成功の鍵だ、と。しかし、具体的な意味は教えてくれませんでした。と言った。ケンゴはジャンピエールの話を手がかりに、さらに調査を進めることに決めた。彼は、ラベルエポックのオーナーが何を意図していたのか、そしてその暗号がどのように成功につながっていたのかを解明するために奔走することになった。ジャンピエールとの会話の中で、ケンゴは、ルグルメに関する重要な情報を得た。かつての競合店が、ラベルエポックの成功を羨み、その背後にある秘密を探ろうとしていたことが分かった。ケンゴはこれらの情報をもとに、ラベルエポックのオーナーが暗号に何を隠していたのかを解明するために、さらなる調査を続ける決意を新たにした。山本健吾は、ラベルエポックのオーナーの古い友人に接触することにした。彼はオーナーが暗号について語っていたという証言を得ることで、暗号解読の手がかりをつかむことができるかもしれないと考えた。健吾は、レストランの元従業員に連絡を取り、オーナーの友人についての情報を集めた。数日後、元従業員の一人から連絡があり、オーナーの古い友人であるロバート・ハリスが健在であることが分かった。ロバートはかつて、ラベルエポックの常連客であり、オーナーとは深い友情を築いていた。現在は静かな郊外で暮らしているとのことだった。ケンゴは早速ロバートに連絡を取り、面会の約束を取り付けた。ケンゴがロバートの家を訪れると、そこには温厚な笑顔の老紳士が迎えてくれた。ロバートはケンゴを快く迎え入れ、リビングルームで話を始めた。山本さん、お越しいただいてありがとうございます。彼のことを覚えているのは私にとっても大切なことです。とロバートは言った。こちらこそ、お時間を割いていただきありがとうございます。実は、彼が残したレシピ帳の暗号について調べています。何かご存知のことがあれば教えていただけませんか？ケンゴは真剣な表情で尋ねた。ロバートはしばらく考え込み、やがてゆっくりと語り始めた。彼がその暗号について話していたのは確かに覚えています。ある日、彼は私にこう言ったのです。この暗号は我々の成功の秘密を守るためのものだ。もし誰かがこの秘密を知ろうとしたら、暗号を解かなければならない、と。ケンゴはその話に興味を惹かれ、その秘密が何であるかについて、具体的なことを聞いたことはありますか？と尋ねた。ロバートは首を振りながら、具体的なことは教えてくれませんでした。ただ、彼は常に古い本や文献を研究していました。特に、中世の料理やアルケミー、錬金術に関心を持っていたようです。と答えた。アルケミーですか？ケンゴはメモを取りながら考えた。その分野の知識が暗号解読に役立つかもしれませんね。ロバートはさらに、彼の家には膨大な数の古書がありました。もしそれらが今も残っていれば、何か手がかりが見つかるかもしれません。と付け加えた。
ケンゴはロバートの話を聞き、オーナーの家に行って故障を調べる必要があると感じた。彼はロバートに感謝の意を述べ、早速オーナーの家を訪れる準備を始めた。オーナーの家は現在、彼の遺族が管理しており、ケンゴは彼らに連絡を取って調査の許可を得た。遺族はケンゴの熱意を理解し、彼に家の中を調査することを許可してくれた。オーナーの家に到着すると、ケンゴは書斎に足を踏み入れた。そこには無数の古書や文献が所狭しと並んでいた。彼はその中から、特に中世の料理やアルケミーに関する本を探し始めた。数時間の調査の末、ケンゴは一冊の古い書物を見つけた。その本には、レシピ帳の暗号と同じような記号が記されていた。ケンゴはその記号を詳しく調べるために、本を持ち帰り、解読を進めることにした。彼は夜を徹して本の内容を解読し、ついに暗号の一部を理解することができた。その記号は、特定の調理法や材料に関する情報を示しており、それが、ラベルエポックの成功の秘密であることが判明した。これが彼の秘密だったのか。ケンゴはつぶやいた。この調理法と材料を使えば、彼のレストランが成功した理由がわかる。ケンゴはその情報をもとに、さらに調査を続ける決意を固めた。彼は、ラベルエポックのオーナーが隠していた秘密を完全に解明し、そのレシピを再現することで、レストランの再興を目指した。山本健吾は、ついに、ラベルエポックのオーナーが残したレシピ帳の暗号を解読し、その秘密の調理法と材料を理解することができた。健吾は、オーナーの技術と知識がどれほど優れていたかに驚き、そのレシピを再現することを決意した。しかし、レシピの詳細を読み進めるうちに、健吾は一つの問題に直面した。そのレシピに必要な特別な材料がリストに記されていたが、その材料は市場で見かけるものではなかった。具体的には、幻のトリュフと呼ばれる非常に希少なキノコだった。健吾はその材料を手に入れるために、まず市場や地元の食材店を訪ね歩いた。しかし、どこを探しても、幻のトリュフは見つからなかった。彼は仕方なく、さらなる情報を求めて専門家に助けを求めることにした。健吾はかつての友人である農学者の田中博士に連絡を取った。田中博士は希少な食材についての知識が豊富であり、特別なキノコの研究もしていた。健吾は彼に会い、幻のトリュフについての情報を聞くことにした。田中博士の研究室で、健吾は幻のトリュフについての詳細な説明を受けた。幻のトリュフは非常に希少で、特定の条件下でしか生育しないため、一般市場ではほとんど手に入りません。ですが、一箇所だけ、そのトリュフが自生している可能性のある場所があります。田中博士は地図を広げ、山間の森の中にある特定の地域を指し示した。ここです。この地域では、過去に幻のトリュフが発見されたことがあります。運が良ければ、まだ自生しているかもしれません。健吾はその情報をもとに、トリュフ探しの旅に出ることを決意した。田中博士は健吾に同行し、必要な装備や知識を提供してくれることになった。彼らは準備を整え、山間の森へと向かった。森に到着すると、健吾と田中博士はトリュフ探しを開始した。森の中は静かで美しく、自然の豊かさを感じさせた。しかし、幻のトリュフを見つけるのは容易ではなかった。彼らは森の奥深くまで探索し、地面を丹念に掘り起こしながら進んだ。数時間の捜索の末、
次に田中博士が声を上げた。見つけたぞ、ケンゴ。ケンゴはその声に駆け寄り、田中博士が指し示す場所を見た。そこには、他のキノコとは異なる特別な形状と色を持つトリュフがあった。田中博士はそれを慎重に掘り起こし、これは間違いなく幻のトリュフだ。と確信した。ケンゴはそのトリュフを手に取り、感動と喜びを感じた。これで、レシピを再現するための材料がすべて揃った。彼らは慎重にトリュフを持ち帰り、再び、ラベルエポックの厨房に戻った。ケンゴはオーナーのレシピ帳を開き、暗号を解読した通りに調理を始めた。田中博士も協力し、調理の過程を見守った。数時間後、ケンゴはついに、ラベルエポックの伝説的な料理を再現することに成功した。その料理は、豊かな香りと深い味わいを持ち、一口食べるだけで感動が広がる一品だった。これがオーナーの秘密だったのか。ケンゴは感慨深げにつぶやいた。彼の料理がなぜこんなにも評判を呼んだのか、ようやく理解できた。ケンゴはその料理をレストランの再開に向けて提供することで、かつての栄光を取り戻すことを決意した。彼は再び、ラベルエポックを繁栄させるために、オーナーの意思を受け継ぎ、全力を尽くすことを誓った。ラベルエポックの伝説的な料理を再現した山本健吾は、その成功を次の世代につなげることを決意した。彼はオーナーの技術と知識を若い料理人たちに教え、料理の未来を築くための道を歩み始めた。健吾は、自分が教鞭を取る料理学校で特別講義を開くことにした。彼は、オーナーが残したレシピの秘密を学生たちに伝えることで、料理の世界に新たな風を吹き込もうと考えた。講義には多くの生徒が集まり、健吾の話に耳を傾けた。皆さん、今日は特別な料理を紹介します。このレシピは、かつて繁栄したレストラン、ラベルエポックの秘伝です。私たちはこのレシピを再現し、その技術と知識を次の世代に伝えていくことが重要です。と健吾は語り始めた。生徒たちは興味津々に健吾の話を聞き、メモを取ったり、質問を投げかけたりしていた。健吾は、一つ一つの質問に丁寧に答えながら、オーナーがいかにしてその料理を完成させたのか、そしてその背景にある情熱と努力について詳しく説明した。このレシピには特別な材料が必要です。それは、幻のトリュフという非常に希少なキノコです。このトリュフを見つけるために、私は多くの時間と労力を費やしました。しかし、その価値は十分にあると確信しています。と健吾は言った。生徒たちはその話を聞いて驚きと感動を覚えた。健吾はさらに、トリュフの探し方や調理法について実演を交えながら説明し、彼らが実際にその技術を学び取ることができるように工夫した。講義の終わりには、健吾が再現した、ラベルエポックの伝説的な料理が振る舞われた。生徒たちはその料理を一口食べるごとに、その豊かな味わいと香りに感動し、料理の奥深さを実感した。これが料理の力です。料理は人々を感動させ、つなげる力があります。皆さんもこの技術を学び、未来につなげてください。と健吾は生徒たちに語りかけた。その後、健吾は料理学校の教壇に立ち続け、若い料理人たちに技術と知識を伝えることを続けた。彼はオーナーの意思を受け継ぎ、料理の未来を築くための教育に力を注いだ。ある日、健吾の教え子である若いシェフが健吾に話しかけた。先生、私もラベルエポックのレシピを使って
自分のレストランで新しい料理を作ってみたいと思います。先生の教えを受けて、自分なりのアレンジを加えてみたいのです。ケンゴはその言葉に微笑みながら、それは素晴らしい考えです。料理は常に進化するものです。私たちが学んだ技術をもとに、新しい創造を続けてください。と答えた。その後も、多くの教え子たちがケンゴのもとを訪れ、オーナーのレシピをもとにした新しい料理を生み出していった。ケンゴは彼らの成長を見守りながら、自分の役割を果たしたことに満足感を覚えていた。料理の未来は明るい。次の世代がこの技術を受け継ぎ、さらに進化させていくことで、料理の世界はますます豊かになるだろう。とケンゴは心の中でつぶやいた。こうして、ラベルエポックの伝説は、山本ケンゴを通じて次の世代に引き継がれていった。彼の努力と情熱は、多くの若い料理人たちに影響を与え、料理の未来を築く大きな一歩となったのである。夜の公園の謎。ブレンダ・スミスは、ラスベガスの華やかなカジノ、エメラルドパレスでディーラーとして働いていた。昼も夜も続くきらびやかなネオンライトの中で、毎日多くの人々が夢と希望を追い求めてやってくるこの場所で、ブレンダは忙しくも充実した日々を送っていた。ある日、ブレンダはブラックジャックのテーブルでディーリングをしている最中、常連客の一人が不審な動きをしていることに気づいた。その客は、ゲーム中に何度も目配せをし、チップを奇妙な形で並べていた。ブレンダは職務上、冷静さを保ちながらも内心ではその行動に違和感を覚えていた。その夜、勤務が終わったブレンダは休憩室で同僚たちと話していた。彼女は、あの常連客の奇妙な行動について話すと、同僚の一人が心配そうな表情で答えた。最近、カジノ内で不正行為が多発しているって聞いたことがあるわ。もしかしたら、それに関係しているのかもしれないわね。ブレンダはその言葉に不安を感じた。カジノでの不正行為は重大な問題であり、それが発覚すれば大きな混乱を招く可能性がある。彼女はその夜、自分の直感を信じて、この不正行為の実態を解明することを決意した。翌日、ブレンダはカジノ内を隅々まで観察し、異常な動きをしている人物や不審な行動をとっている客を注意深く見守った。そして、ついに彼女はある証拠を見つけることに成功した。ブレンダは、カジノのバックヤードで秘密裏に行われている取引現場を目撃した。数人の男たちが大金の入ったバッグをやり取りし、何かを話し合っている姿が見えた。彼女はその様子をスマートフォンで撮影し、不正行為の証拠を手に入れた。しかし、その瞬間、ブレンダは背後から強い腕に引き寄せられた。彼女は驚いて振り返ると、見知らぬ男が冷たい目で彼女を見つめていた。何をしているんだ。ここは立ち入り禁止だ。ブレンダは冷静を装い、ただの清掃スタッフです。間違えてきてしまいました。と言い訳をしたが、男は信じていない様子だった。君の顔を覚えておこう。男はそう言い残し、ブレンダをその場から追い払った。ブレンダは何とかその場を離れ、カジノの外に出た。彼女は震える手でスマートフォンを確認し、撮影した映像が無事に保存されていることを確認した。これで証拠は揃った。でも、これをどうすればいいのか。ブレンダは自問自答しながら、次の行動を考えた。
彼女はまず、信頼できる友人であるジャーナリストのマイクに連絡を取ることにした。マイクは過去に多くの不正行為を暴いてきた経験があり、ブレンダにとっては頼りになる存在だった。ブレンダはマイクと会い、撮影した映像を見せながら事情を説明した。マイクは真剣な表情で映像を見つめ、これは大変な証拠だ。君が見たことを記事にして不正行為を暴こう。と答えた。でも、私たちだけでは危険すぎる。何か対策を考えないと。ブレンダは心配そうに言った。心配しないで、私には信頼できる仲間がいる。彼らと協力して、この問題を解決しよう。マイクはそう言って、ブレンダを安心させた。ブレンダとマイクは、不正行為を暴くための計画を立て始めた。彼らはカジノ内での証拠をさらに集め、背後にいる黒幕を突き止めるために動き出した。ブレンダとマイクは、不正行為の背後にいる黒幕の正体を突き止めるために、手に入れた証拠をもとに調査を進めることにした。彼らはカジノ内でさらなる証拠を集める必要があると感じ、計画を練り始めた。まず、マイクはカジノの管理者に匿名で接触し、内部の情報を得るための手段を模索した。彼は、かつての同僚であるジェシカが、エメラルドパレスのセキュリティ部門で働いていることを思い出し、彼女に助けを求めることにした。マイクはジェシカと連絡を取り、秘密裏に会う約束を取り付けた。ブレンダとマイクは指定された場所でジェシカと会い、状況を説明した。ジェシカは驚きと不安を感じつつも、二人に協力することを決意した。私は内部の情報にアクセスできます。何か手がかりを見つけることができるかもしれません。とジェシカは言った。ジェシカはカジノのセキュリティシステムにアクセスし、不正行為に関するデータを調べ始めた。彼女は監視カメラの映像や内部の記録を精査し、いくつかの重要な手がかりを発見した。見て、ここに不自然な取引の記録があるわ。この人物が関与しているかもしれない。とジェシカはモニターを指さした。ブレンダとマイクはその映像を見て、怪しい人物の動きを確認した。彼らはその人物がカジノ内で不正行為を指示している可能性が高いと判断し、さらに調査を進めることにした。次に、彼らはその人物の素性を調べるために、カジノの従業員リストや顧客データベースにアクセスすることにした。ジェシカの協力で、彼らはその人物が、エメラルドパレスの上層部にいることを突き止めた。この男、マーク・ハリソン。彼はカジノの副支配人だ。とマイクは資料を見ながら言った。彼が不正行為の黒幕かもしれない。ブレンダはマークの写真を見つめながら、彼が背後にいるなら、証拠を集めて追い詰める必要があるわ。と決意を新たにした。その夜、ブレンダとマイクは再びカジノに戻り、マークの動きを監視することにした。彼らはカジノ内で目立たないように行動し、マークが何をしているのかをじっくりと観察した。マークはカジノ内を巡回し、従業員たちに指示を出していたが、ブレンダとマイクは彼の動きに違和感を感じた。彼は時折、特定のテーブルでプレイヤーと密談を交わし、何かを取引している様子が見受けられた。彼が不正行為を指示しているのは間違いないわ。とブレンダは囁いた。でも、もっと確かな証拠が必要ね。ブレンダとマイクは、ジェシカの助けを借りて、マークが関与する取引の証拠をつかむために監視カメラの映像を解析することにした。ジェシカはカジノのセキュリティルームに潜入し、過去数週間の映像を確認した。ここにあるわ。彼が怪しい動きをしている瞬間を捉えた映像が。
とジェシカは画面を指さした。ブレンダとマイクはその映像を見て、マークが大金のやり取りをしている瞬間を確認した。これで彼を追い詰めるための証拠が揃った。とマイクは言った。次はどうする？ブレンダは少し考えてから。この映像を警察に持って行きましょう。でも、慎重に動かないと。彼が裏で手を回している可能性もあるわ。と答えた。彼らは警察に匿名で証拠を提供し、マークの不正行為を暴くための調査が始まった。警察は映像をもとに、カジノ内での取引を追跡し、さらに詳細な調査を進めた。数日後、警察は、エメラルドパレスに踏み込み、マーク・ハリソンを逮捕した。彼の不正行為の全貌が明らかにされ、カジノ内での違法取引が次々と暴かれた。ブレンダとマイクは、彼らの努力が実を結んだことに安堵の表情を浮かべた。ジェシカもまた、カジノの内部浄化に貢献できたことを喜んでいた。マーク・ハリソンの逮捕後、ブレンダとマイクは安堵の息をついたが、彼らの調査はまだ終わっていなかった。マークの不正行為が軽みに出たことで、カジノ内で行われていた裏取引の全貌が徐々に明らかになりつつあった。しかし、まだ多くの謎が残されていた。ブレンダは、マークが一人でこれほど大規模な不正行為を行っていたわけではないと考えていた。彼には必ず協力者がいるはずだ。彼女はその協力者を突き止め、カジノ内で行われている不正取引の全貌を明らかにするための調査を続けることを決意した。ある日、ブレンダとマイクは、エメラルドパレスの従業員休憩室で話し合っていた。そこに、ジェシカが新たな情報を持って現れた。ブレンダ、マイク、ちょっと見てこれ。マークの逮捕後、彼のオフィスを調べたら、このメモを見つけたの。とジェシカは一枚の紙を差し出した。そこには、何かのコードといくつかの名前が書かれていた。これは？マイクは眉を潜めた。これが何のコードかはわからないけれど、名前の一つがカジノの上層部にいる人物と一致しているの。彼がマークの協力者かもしれない。とジェシカは説明した。ブレンダはそのメモを見つめながら、彼が関与しているなら証拠を集めなければならないわ。と決意を新たにした。次に、ブレンダとマイクはその人物について詳しく調べることにした。彼の名前はダニエル・ホプキンス。カジノの財務部門の責任者であり、カジノの資金の流れを管理している人物だった。ブレンダとマイクは、ダニエルの動きを監視。彼がどのように不正行為に関与しているのかを突き止めるために計画を立てた。彼らはジェシカの協力を得て、ダニエルのオフィスに隠しカメラを設置し、その行動を監視することにした。隠しカメラの映像を解析していると、ダニエルが頻繁にカジノのバックヤードで会議を行っていることが判明した。そこでは、大量の現金がやり取りされ、何か不正な取引が行われている様子が映し出されていた。これが裏取引の証拠になるわね。とブレンダは言った。でも、もっと具体的な証拠が必要だわ。ブレンダとマイクは、ダニエルの行動をさらに詳しく調査するために、カジノ内の他の従業員にも話を聞くことにした。彼らは何人かの従業員に接触し、ダニエルが不正な取引に関与していることを確認した。彼は頻繁に大金を持ち歩いているし、何度もバックヤードで怪しい会議をしているのを見たことがあります。と、ある従業員が証言した。ブレンダとマイクは、その証言をもとにさらなる証拠を集めることにした。彼らはダニエルのオフィスに潜入し、机の引き出しから重要な書類を見つけ出した。その書類には、
裏取引に関与する複数の人物の名前と、資金の流れに関する詳細な記録が記されていた。これで全貌が明らかになったわ。とブレンダは言った。ダニエルが裏取引の中心人物だったのね。彼らはその証拠を警察に提出し、ダニエルの逮捕につなげることを決意した。警察はブレンダとマイクの提供した証拠をもとに、ダニエルの監視を強化し、彼が関与する裏取引の現場を抑えるための捜査を開始した。数日後、警察はエメラルドパレスに再び踏み込み、ダニエル・ホプキンスを現行犯で逮捕した。彼のオフィスからは、不正取引に関与する証拠が次々と見つかり、カジノ内で行われていた不正行為の全貌が明らかになった。ブレンダとマイクは、彼らの努力が再び実を結んだことに喜びを感じた。彼らの調査によって、エメラルドパレスは浄化され、多くの人々が安心してカジノを訪れることができるようになった。ダニエル・ホプキンスの逮捕後、ブレンダとマイクは一息ついた。しかし、彼らが感じた安堵は長く続かなかった。ダニエルの逮捕によって不正行為の一部が明らかになったものの、背後にいるさらに大きな勢力が動き出すのではないかという不安が二人を襲った。ある日、ブレンダが自宅に帰ると、玄関のドアに不審なメモが貼られているのを見つけた。メモには、これ以上詮索するな。さもなくば、お前たちの身に何が起こるかわからない。と脅迫の言葉が書かれていた。ブレンダはそのメモを手に取り、冷静にマイクに連絡を取った。二人はカフェで合流し、メモの内容について話し合った。これは明らかに私たちへの警告ね。とブレンダは言った。ダニエルの背後にいる誰かが私たちを狙っている。マイクは眉を潜めながら、これ以上詮索するなと言っているが、これは逆に言えば、まだ明らかにされていない何かがあるということだ。私たちは引き下がるわけにはいかない。と答えた。ブレンダとマイクは、身の安全を確保するために警察に相談し、保護を依頼した。警察は二人に対して身辺警護を強化し、脅迫の発信源を追跡するための捜査を開始した。しかし、脅迫の背後にいる人物は非常に慎重であり、警察の追跡を巧妙にかわしていた。ブレンダとマイクは、自分たちの手でさらなる証拠を集める必要があると感じ、調査を続けることに決めた。ブレンダは、カジノ内で再び不審な動きを観察し、マイクは外部から情報を集めることにした。二人は密かに連絡を取り合いながら、慎重に調査を進めた。ある夜、ブレンダはカジノ内で奇妙な動きをする人物を見つけた。彼は以前に見たことのない顔で、何かを探しているような素振りを見せていた。ブレンダはその人物を尾行し、彼がカジノのバックヤードに入るのを目撃した。彼が黒幕の手下かもしれない。とブレンダは直感した。彼女はその人物の動きを慎重に監視し、彼が誰かと接触する瞬間を捉えようとした。一方、マイクはカジノの外で情報収集を続けていた。彼は、ダニエルが逮捕される前に頻繁に接触していた人物についての情報を得た。その人物は地元の犯罪組織と関係があるとされ、カジノ内での不正行為を裏で操っている可能性が高いと判明した。この人物が黒幕かもしれない。とマイクは考え、ブレンダにその情報を伝えた。ブレンダとマイクは、得られた情報をもとに計画を立て、黒幕を突き止めるための決定的な証拠を集めることにした。彼らは、カジノのセキュリティシステムを利用して、監視カメラの映像を解析し、黒幕の動きを追跡した。数日後、
彼らはついに黒幕の正体を突き止める決定的な証拠をつかんだ。黒幕は、カジノの上層部に潜り込んでいた地元の犯罪組織のボス、トニー・カールソンだった。彼はカジノ内での不正取引を裏で操り、巨額の利益を得ていた。ブレンダとマイクはその証拠を警察に提供し、トニー・カールソンの逮捕に向けた準備を進めた。警察は慎重に計画を立て、トニーを現行犯で逮捕するための捜査を開始した。数日後、警察はエメラルドパレスに再度踏み込み、トニー・カールソンを現行犯で逮捕した。彼のオフィスからは、不正取引に関する詳細な記録や資金の流れを示す書類が次々と見つかり、カジノ内での不正行為の全貌が完全に暴かれた。ブレンダとマイクは、彼らの努力が再び実を結んだことに深い満足感を覚えた。彼らの調査によって、エメラルドパレスは再び安全な場所となり、多くの人々が安心して楽しむことができるようになった。ブレンダとマイクの努力によって、エメラルドパレスの不正行為は完全に暴かれ、トニー・カールソンをはじめとする関係者が逮捕された。カジノ内の浄化が進み、多くの人々が安心して訪れることができる場所に戻った。しかし、ブレンダとマイクの仕事はまだ終わっていなかった。彼らはこの事件の全貌をメディアに公開し、カジノ業界全体の改革を進めるための報道を行うことに決めた。彼らの報道が広がることで、業界全体の浄化が進むことを期待していた。ブレンダとマイクは、事件の詳細をまとめた記事を執筆し、それを新聞社やテレビ局に提供した。彼らは、証拠の映像や書類をもとに、カジノ内で行われていた不正行為の具体的な手口や、それに関与していた人物の関係性を詳しく説明した。数日後、ブレンダとマイクの報道は全国的なニュースとなり、多くのメディアで取り上げられた。人々はカジノ業界の闇の一端が明らかにされたことに驚き、同時に彼らの勇気ある行動に称賛の声を送った。エメラルドパレスの内部で行われていた不正取引や裏取引の詳細が公表され、カジノ業界に大きな衝撃を与えた。業界全体での浄化の動きが加速し、多くのカジノが内部調査を開始し、不正行為の根絶に向けた取り組みを始めた。ブレンダ、君たちの報道がこんなにも大きな影響を与えるとは、本当に素晴らしい仕事をしたね。と、新聞社の編集長が感謝の意を述べた。ブレンダは微笑みながら、私たちだけの力ではここまで来られなかった。多くの人々の協力があったからこそ、真実を明らかにすることができたんです。と答えた。マイクもまた。これで終わりではありません。私たちはこれからも真実を追求し続け、報道を通じて社会に貢献していくつもりです。と決意を新たにした。その後も、ブレンダとマイクはカジノ業界の改革の進展を追い続け、定期的に報道を行った。彼らの活動によって、多くのカジノが透明性を高め、クリーンな運営を目指すようになった。ブレンダとマイクの報道は、業界だけでなく、広く社会全体に影響を与えた。彼らの勇気ある行動と報道の力が、多くの人々に正義を追求することの大切さを教え、信頼と透明性の重要性を再認識させた。ある日、ブレンダとマイクは地元のテレビ局に招かれ、事件の解決とその後の影響についてのインタビューを受けることになった。彼らはスタジオに入り、多くの視聴者の前で自分たちの経験を語った。私たちは真実を追求することがどれほど重要であるかを実感しました。困難な状況でも諦めずに調査を続けることで、
多くの人々に正しい情報を伝えることができました。とブレンダは述べた。報道の力を信じ、社会に貢献することが私たちの使命です。これからも真実を追求し続け、皆さんに正確な情報を届けることを約束します。とマイクは続けた。インタビューの後、ブレンダとマイクはスタジオを出て、街を歩きながらこれからの計画について話し合った。彼らは新たなミステリーに挑むための準備を進めながら、これからも真実を追求する道を歩み続けることを決意した。次はどんな事件に挑むことになるのか、楽しみね。とブレンダは微笑んだ。そうだな。でも、どんな困難な状況でも、私たちはきっと乗り越えられるさ。とマイクは力強く答えた。ブレンダとマイクの冒険はまだ終わらない。彼らの勇気と報道の力が、これからも多くの人々に希望を与え、社会の正義を守り続けることであろう。